吉田茂がアメリカ政府に対して日本側から講和後のアメリカ軍駐留を要請してもよいと提案したことで、日本の講和問題は大きく動き始めました。これを受けてアメリカ政府はある人物に日本との講和問題を託します。それがジョン・フォスター・ダレスでした。ダレスは第一次世界大戦後にはパリ講和会議に参加し、第二次世界大戦後には国連の創設にも関わるなど、国際的な外交問題に深く関わってきた弁護士です。彼は第一次世界大戦後、ドイツに課された懲罰的講和が第二次世界大戦を招いたと考えており、懲罰的講和は長期的には平和と安定をもたらさないと強く確信していました。そのためダレスは国際平和を維持したい。そのためには国連の集団安全保障システムが重要であるという信条を抱くようになっており、日本との講和実現に向けて積極的な姿勢を取っていくことになります。しかし日本に到着したダレスは羽田空港に降り立つと、その足で朝鮮半島へと向かいました。当時の朝鮮半島では北朝鮮と韓国の対立が激しくなっており、非常に緊迫した状況にあったからです。38度線の視察を終えたダレスは朝鮮半島情勢の深刻さを目の当たりにし、日本との講和が持つ重要性を改めて強く認識します。そして日本へ戻ると、対日講和の実現に向けて精力的に活動を開始していくことになったのです。こうしてダレスと吉田茂の会談が開かれることになります。ダレスは吉田茂が日本側から講和後のアメリカ軍駐留を要請してもよいと提案してきたことをすでにアメリカ政府から伝えられていました。そのためダレスは対日講和問題はスムーズに進むだろうと考えていたのです。しかし実際に面会した吉田茂は、より有利な条件での講和を勝ち取らなければならない。外交交渉の場では米軍駐留を明言しない方が良いと考えており、回りくどく曖昧な態度を取り続けました。というのも当時の日本では外国の軍隊が日本に常駐することは日本の主権を侵害するのではないかという議論が存在していたからです。さらに米軍基地の存在はソ連を刺激してかえって緊張を高める可能性もありました。そして最も大きな論点となっていたのが、憲法9条の理念に反する可能性があるという問題です。このような問題があったため、日本政府は具体的にどう講和するのかという点についてはまだ考えをまとめることができておらず、明確な結論を出せずにいたのです。このような日本側の対応を受けたダレスは困惑し、当初は順調に進むと考えていた対日講和問題は簡単には解決できないのではないかと認識するようになっていきました。このような中、世界情勢が一変する出来事が起こります。朝鮮戦争の勃発です。北朝鮮軍が38度線を越えて南進を開始すると、その3日後にはソウルが陥落、韓国軍の組織は崩壊し、南へと追い詰められていきました。この戦争は地理的に近い日本にも大きな影響を与えています。まず戦争勃発の知らせを受けた東京の GHQ は、韓国に駐在していたアメリカ人の家族などを日本へと緊急避難させました。さらに韓国政府がアメリカ政府に対して弾薬などを支援してほしいと要請すると、アメリカ政府は日本に駐留するアメリカ軍に対し、日本に備蓄してある軍需品のうち当面必要とするもの以外は全て韓国に送るようにという指令を出したのです。こうしてアメリカ軍は兵や物資の大規模な輸送を行う必要が出てきます。この状況を受けて吉田茂は声明を発表しました。我が国としては現在積極的に国連の行動に参加するという立場ではない。しかしできる範囲においてこれに協力することは極めて当然のことである。この声明の通り、日本は在日米軍への協力を開始、日本から韓国へ向けて鉄道や海運を通じてアメリカ軍の兵や物資を輸送していくことになります。ところが日本からアメリカ軍の部隊が次々と出撃していくと、日本国内に残る主力部隊は東北、北海道に駐留していた第7師団のみという状態となってしまいました。しかもこの第7師団についても朝鮮半島への派遣が検討されるなど、日本国内では深刻な軍事的空白が生じることになります。この状況を見たマッカーサーは吉田茂に対して、日本国内の治安維持に不安が生じている。朝鮮半島に出動したアメリカ軍に代わって日本を警備する部隊が必要である。治安維持部隊を創設せよと指令します。それまでアメリカは日本の非軍事化を一貫して推進してきました。そのためこの再軍備につながる指令は日本政府にとって大きな驚きをもって受け止められました。
しかし吉田茂はこの指令に賛成の立場を取ります。というのも吉田茂は当時の世界情勢を踏まえて、ソ連がアメリカとの戦争を覚悟して日本に侵略してくる可能性は低い。警戒すべきなのは共産主義勢力による間接的な侵略である。だからこそ警察力の強化が必要だと考えていたからです。こうして創設されることになったのが警察予備隊でした。警察予備隊は創設当初7万5千人の規模で発足し、同時に海上保安庁についても8000人の増員が指令されています。しかし吉田茂は警察予備隊の創設自体は歓迎したものの、本格的な軍隊の再建については慎重な立場を取っていました。日本経済がようやく復興の軌道に乗りつつあったこの時期に、軍備にお金を使うようなことがあれば国民の生活は再び苦しいものになってしまいます。吉田にとって何よりも重要だったのは、まず国民の生活を保障すること、そして日本を豊かにすることでした。そのため吉田は軍隊再建に力を入れれば経済復興がおろそかになる。その結果軍閥が復活しかねない。今の日本に必要なのは経済復興だ。脆弱な国内社会は共産主義を浸透させやすくする。豊かな日本を実現することも広い意味での安全保障につながるのだという考えのもと、アメリカからの再軍備要求を最小限に抑えつつ経済復興に力を注いでいく方針を取っていくことになります。とはいえ警察予備隊の創設が日本の再軍備に向けた出発点であったことは間違いありません。警察予備隊は我が国の平和と秩序を維持し、公共の福祉を保障するのに必要な限度内で国家地方警察及び自治体警察の警察力を補う組織として定義されていました。発足当初の任務はアメリカ軍の補助部隊として国内の治安確保に当たることです。そのため警察予備隊の隊員はアメリカ軍の兵舎に入り、アメリカ軍から訓練を受けることになります。こうして日本は国力に見合った範囲の中で自衛力を少しずつ増やしていく道を歩み始めたのです。